こんにちは、レイトです。今回の動画ですね、WPL ジャパンの動画になります。こちらのホイールウェイト、こちらについて説明をさせていただきたいと思います。で、このホイールウェイトなんですけど、何のために使うかっていうのは、今回、この V3 のホイールでちょっとこれを例に組み付けてみたいと思うんですけど、ちょっとつけてみますね。もうこんな感じで、単純なんですけど、この重りですよね。この重りをこのホイールにこうつけて、単純にこのホイールをすごく重くするっていう役割があります。で、もちろんここにさらにタイヤですね。タイヤをこうかぶせて、通常通りというか、タイヤを組み付けて完成っていう感じになるんですけれども、まずこれで何が変わるのっていうところなんですが、これ実際車体で仮にですね、このタイヤの中にウェイトが全部入っていますといった時に、これ1個で約 60g あると。で、これが4セット、4つつきますので、全部でだいたい 240g ぐらい。この足回りですよね。この足元が、すごく重くなると。そうすると、いわゆる低重心化という形で、当然タイヤって一番地面に近いところなんで、車体の中で一番低い位置がすごく重くなるっていうので、横転しにくくなったり、あとは足がすごくよく動くようになります。なので、もちろんこれどういう時につけるといいかっていうのは、やっぱりいわゆるクローリングっていう形でこう岩場みたいなところだったり、あとは土路面だったとしても起伏がかなりこう凹凸といいますか、そういったものがたくさんあるような場所で、こう足がこうよく動きながらこう進んでいくような、そういうシーンでこのウェイトっていうのをつけていただくと、効果に関してはもう絶大って感じですね。なので、この WPL の車体でロッククローリングっていうような遊び方をする場合には、もう必須ですって言いたいぐらい、すごく効果の高いアップグレードパーツになりますので、ぜひですね、お試しいただければと思います。で、これと合わせてぜひ使っていただきたいのがソフトタイプのタイヤですね。この柔らかいやつ。純正のタイヤは結構カチカチと硬い感じなんですけれども、ソフトタイプのタイヤはすごく柔らかくなるので、ロッククローリング系で遊ぶ方はこれプラスソフトタイヤ、もうこれでだいぶ変わるんで、ぜひ使っていただきたいなと思います。で、ちょっと注意事項といいますか、このホイールウェイトを使うにあたって知っておいていただきたいなっていう点がありまして、それはですね、これ重くなるんで、やっぱり駆動系には結構負担がかかるんですよ。で、これを使う際にはですね、できれば足回りは、この足回りの部分はメタルアップグレードパーツに乾燥した状態で合わせて使っていただきたいなというふうに思います。ただですね、そんなあれもこれも一度につけられないよっていうこともあると思うので、もし車体のこの足回り駆動系、これがノーマルのまま、まずはこのホイールウェイトつけて遊んでみるよっていう方は、2点ちょっと注意いただきたいんですけど、まずグリスアップをちょっと入念にしていただくというか、それをちょっと気を使っていただくといいんじゃないかなと思います。で、方法としてはこの動くところですよね。このフロントだったらステアリング周りで、前後は当然駆動系が一通りこう回転部分ありますよね。この辺はグリスアップを、特に気を使いながらやっていただければと思います。って言ってもそんなに難しい話じゃなくて、一番簡単な方法としてはもうこういう WD40 とかでいいんで、これをめんどくさかったらこの外からバーッと吹くだけでも全然変わるんで、そんな感じで構いません。でもちろん上級者の方っていうか詳しい方はバラしてですね、要所要所に駆動部分にグリスアップを定期的にしていただくといいのかなと。で、2点目としては、ノーマルのこのギアボックス使われている場合には、中のですね、ギアとシャフトでちょっと滑っちゃうところがあるんですよ。で、あんまり無理すると、このホイールウェイトつけました。足が重くなってますと。そうすると、このギアにも負荷がかかるので、特にそのギアとシャフトが滑っちゃう部分があるんですけど、それについてはちょっと別の動画で Tips として紹介している動画があるので、それ概要欄にリンク貼ってありますので、よければですね、それを参考に、この中にあるギアとシャフトの滑りですね、その対策も
ぜひしていただければと思います。あとこのホイールウェイトなんですけど、対応するホイールっていうのは、1個前の動画かなで、ご紹介させていただいたタイヤの時と一緒なんですけど、C シリーズ用のホイールであれば全て取り付けが可能です。D12、軽トラあるじゃないですか。あれのホイールは全く別物なので、それには使えませんよと。なので、この C14 だったり、C24、C34、そのあたりのいわゆる C シリーズの車両およびそれに付随するホイールですね。この V3 だったり、この V1 だったり、あとは V4 っていうのもありますけど、そのあたりのホイールだったらどれでも同じように取り付けることができます。で、V4 ホイールだけちょっと注意が必要で、この V4 ホイールっていうのがあるんですけど、これはもともとインナースポンジが付属してくるんですね。この中に入れるスポンジが。これとの併用はできないので、もし V4 タイヤ、V4 のタイヤホイールセットか、それにこのホイールウェイトを使う場合は、当然このスポンジですね。このインナースポンジは取り外して、その代わりにこのホイールウェイトをつけるっていう形になりますので、その点ですね、ご了承くださいという形になります。はい。では、組み付けの方を進めていきたいと思うんですけれども、まずですね、このホイールに関して、今回この V3 ホイールを例にやっていくんですけど、これどのホイールでも一緒ですが、このバリがあるじゃないですか。成形した時のこの半分のところに、こう線があると思うんですよ。でこれをですね、一応、こんな感じで、ヤスリでこう落としてあげた方がいいかなと思います。必ずっていうわけではないんですけど、できればこれはしていただいた方がいいんじゃないかなと思います。もちろんこういうペーパーヤスリとかでもいいんで、400番とか600番とかその辺でこう擦ってもらって、この段差ですね。この段差をなくしてあげると。これ次の動画でもちょっと紹介するんですけど、特にソフトタイヤ、このソフトタイヤを使う場合は必ず接着してくださいっていう形になるので、このホイールウェイトをつけます。で、後でタイヤつけて接着するんですけど、その時の下処理もちょっと今やっちゃった方がいいと思うので、それも合わせてご紹介させていただきます。このバリをなるべくこう消してあげつつ、そんなに正直丁寧にやらなくてもいいと思うんですけど、ある程度このバリを取ってあげて、かつ接着する面っていうのがここになるんですけど、今画面で見ると出っ張りが4つあると思うんですね。1、2、3、4と。で、この真ん中の2列は別に気にしなくていいんですけど、この一番外と、一番内側、この車体に履かせたときに、ここが外っていう風になるんですかね。で、これが一番内側。この両サイドですね。ここのてっぺんの部分だけでもいいので、こう、ヤスリで、ペーパーヤスリで、こうちょっと荒らしておいてほしいんですよ。そうすると瞬間接着剤で接着するんですけど、その時の食いつきがすごく良くなるので、ここですね。バリ取りも兼ねて、こんな感じで、一周ぐるっと、400番とか600番とかのペーパーヤスリで、こう、荒らしてあげると。こちら側も一緒ですね。こんな感じで荒らしておいてあげると、よりいいかなと。でちょっと手間なんですけど、これをもちろん4つのホイール全部ですね、やってあげます。で、ここからですね、このホイールウェイトをこうつけていくんですけれども、ちょっと2つのパターンの考え方があって、まず1つは、そのままつける。で、このホチキスみたいなやつで、これですね、これでこう止めるんですけど、そのまま取り付けると、ここがこう滑る状態になるんですよ。ホイールウェイトとホイールがこう滑る状態。で、この状態で取り付けるのが好きな人と、この状態で取り付けるっていう方法と、もう一つは、ここがこう滑らないように接着しちゃう。もしくは、マスキングテープとか何かしらこう巻いてあげて、こう滑らないようにして、取り付けるというパターンがあるんですけど、一応違いとしては、この滑るようにして取り付けると、負荷がかかりにくくなります。4輪駆動で全てのホイールが駆動するんですけど、こう加速するときにこう動き始めがあると思うんですよ。その時にこれがここに食いついてない
スルスル回る状態なんで、当然駆動に負荷はかかりづらくはなります。で、その方法と、あとはここを接着してこう一緒に動くようにする。必ずホイールとウェイトが一緒に動くようにする。そうすると、もちろん駆動への負荷は高くなると思うんですけれども、僕はどっちかというとそっちの方が好きで、何が違うかというと、ちょっと実車に近い動きになりやすくなるかなと。もちろん、実車もタイヤとホイールってすごく重いんですよね。車体を構成するパーツの中ですごく重い部類になるんですけど、やっぱ車ってあれですね、エンジンとタイヤがすごく重いんで、そのうちのタイヤっていうのが実際に重くて、でここ接着してあるとこの回転の慣性っていうのがつくので、例えば進んでいて止まった時にこう進んでいて止まった時にちゃんと少し慣性がこんな感じでつくんですよね。そういう動きが僕は個人的にですけどね、好きなんで、僕はほぼ作るときは接着してます。そのあたりは好みなんで、ご自身でどっちがいいかなっていうのは選んでいただければいいと思うんですけど、まずですね、ここ滑るような感じで組む方はそのまま組んでくださいと。で、後でここの取り付け、このホチキスみたいなやつの取り付けはやるんで、その前にここを止める場合ですねのお話をさせていただきます。で、ここを止める場合は、いわゆるゴム系の接着剤、ゴム系のボンド、そういったものを使うのが一番簡単かなと。なので、ここですよね。ここに、ちょっとさっき G クリアがいいなと思って探したけどなかったんで、似たようなやつ、代わりにこれあったんで、ちょっと持ってきたんですけど、すいません、ちょっと汚いですけど、こういうゴム系のボンドですね。これをこの辺にちょっとでいいんで、ちょっとつけて、で、これをブニュッとつけると。で、もちろん、こういうのなくて、瞬間接着剤とか、そういうのでもいいと思うんですけど、もしかしていつかまたタイヤがダメになっちゃって、でも中のウェイトは使いたいなっていう時に、再利用が瞬間接着剤でつけちゃうと難しいと思うんですよね。もうなかなか取れなくなると思うんで。なので、また再利用する可能性がある方は、できればゴム系のボンドとか、あとは、こんな感じで、これマスキングテープなんですけど、これをペタッと貼って、ちょっと切れ目入れて、くっつけたって感じなんですけど、こういうものを間にかまして、で、つけてあげるっていう方法もいいかなと。多分これ1枚じゃ足りないんで、2枚3枚ちょっと重ねないといけないと思うんですけど、しっかりこれが食うまで、滑らなくなるまで、こういうテープなんかをここに貼り付けて、傘を稼いでくっつけるっていうので、そうすると滑らなくなるので、そういう方法でもいいかなと。これはちょっと手間がかかりますけど、再利用は簡単かもしれないですね。なんで、そのあたりの工夫は、皆さんそれぞれ全然お任せするところにはなるんですけど、一応今回は、これでちょっとくっつけて、作業を進めていこうかなと思ってます。で、あともう一点すいません。この段階で、あるんですけど、ホイールの穴開けですね。その穴開けっていうのは何かっていうと、例えばこれでタイヤ組むじゃないですか。組んで、で、後でここ接着するんですけど、ちょっと別の動画になるんですけどね。別の動画でタイヤの接着っていう動画をこの後の動画で上げる予定なんですけど、ここ接着した時に空気の出る場所なくなっちゃうんですよ。で、実はV1 ホイールっていう白いホイールありますよね。C14 とかについてくる。ホイールはこの辺に穴が開いてるんで、そこから空気出るようにはなってるんですけど、それ以外のホイールは穴が開いてないので、純正状態だと。これを接着した時に、今これなんか空気の音聞こえると思うんですけど、一応本物の車みたいに中空なんで、このへこんだ時に空気の出る場所がないと、そのへこみ具合が変わっちゃうんですよね。で、この辺りもセッティングの範疇なんで、いや別にそれでいいよっていう場合は全然いいんですけど、よりへこみやすくしたいなっていう場合は、穴を開けてあげた方がいいんですね。で、開ける場所は、これも人それぞれ考え方いろいろあるんで、
工夫の仕方は全然ご判断お任せするんですけど、一応普通にウェイトなしで組む場合はここにズボッと開けてあげればいいんですよね。まあ 1mm、2mm ぐらいの穴でいいんですけど、ここにこう開けてあげる。まあ、ピンバイスとかドリルで開ける。ただウェイトつける場合はここにウェイト来ちゃうじゃないですか。でさらにここ接着剤でつけるってなると、そのせっかく開けた穴が埋まっちゃうんで、じゃあ今度ここに開ければいいんじゃないってなるんですけど、ここに開けると今度ですね、このタイヤのリブ、この耳の部分がここに入って、で接着剤流すんで、ちょっとあんまり大量に接着剤を入れすぎちゃうと、その接着剤がその穴まで回ってしまって、せっかくこれも同じくですね、せっかく開けた穴が埋まっちゃうっていうところがあるので、ちょっとこの辺りは人それぞれいろいろ工夫のしどころかとは思うんですけれども、僕の場合は一応ここに斜めに穴開けます。で接着した後に一応埋まっちゃってないかなっていうのは見ます。で見てあ、埋まっちゃったっていう場合は後からちょっと開け直したりします。あとはボンドを使わない場合、先ほどご紹介したようなテープをここにこれかこうやって貼り付けて傘を稼いで滑らなくするっていう場合に、ここに穴開けると一応空気は一応通りますね。ただやっぱ通りづらくはなるんで、ちょっとそこら辺が難しいところではあるんですけど、ちょっとすいません、今回そのあたりあんまり詳しくやるとまた長くなっちゃうんで、一応ご参考まで、空気の穴開けるとタイヤがよりへこみやすくなるんだなっていうのはちょっと知っておいていただくといいかなというのでご紹介させていただきました。一応お話としてだけご紹介させていただきました。ただすいません、結局この部分で話長くなっちゃってすいませんが、これも人それぞれの考え方、どこまで気にするかっていうのがあると思うんですけど、このウェイトつけた時ってかなりハイトがあるんですよね、このウェイトって。でここにタイヤつけるとそんなに大きくはへこまなくなるんですよ。で僕これが結構気に入ってるんですけど、程いいところでこうちょっと横にすると分かりますかね、これぐらいなんでハイトが。でタイヤがこれぐらいですよね。でへこんだ時にある程度へこんだところでこれが抑えてくれるんですよね、それ以上へこむっていうの。なので完全に中空の時に穴がないとへこみが悪くなったりはするんですけど、もともとこれで抑えが効いてるんで、そんなに正直この中で空気が占める体積ってあんまりなくなるんで、そんなに変わんないです。なのでちょっとどこまで細かく気にするかっていうところあると思うんですけど、僕は最近は、穴あんまり気にせずにもうウェイトつけて穴も開けずに組んじゃうっていうのは結構多いです。個人的なお話ですけどね、ちょっとそのあたりは皆さんご自身で、考え方それぞれだと思うので、しっかり工夫して穴開けるよって方はぜひやっていただくといいんじゃないかなと思います。はい。ですいません、いよいよ本題なんですけど、今回接着するんで、本当にちょっとでいいと思うんですけど、この辺にピチャッとつけて、でこれをくっつけちゃうと。で反対側も一緒ですね。ここにつけてもいいのか。こんな感じでちょっとつけて、こんな感じですね。で時間に余裕があるときはこの後ホチキスみたいなとこ止めるんですけど、作業しやすくするにはここマスキングテープかなんかで巻いちゃってしばらく置いといて乾かしてからの方がやりやすいかもしれないですね。であとはこのホチキスみたいなやつを入れるんですけど、でまずこんな感じでここに穴が2つ並んだ状態になると思うので、ここに、要はこれを差し込むんですね。でここ爪がこんな風に曲げてあるので、これが中にこう圧入されて抜けなくなるって感じなんですけど、で器用な方だったらどうにかしてこうザクッザクッと両側入れれると思うんですけど、ちょっとなかなかはめづらいなっていう場合はここの爪をちょっと潰しといてあげるとやりやすくなると思います。ただあんまりぺったんこに潰しちゃうとこの意味がなくなっちゃうので、半分ぐらい、最初の開き具合に対して半分ぐらいってイメージですかね。半分ぐらいでこう潰してあげて、そうするとちょっと入りやすくなるんで、で片側を
3分の1ぐらいこう入れた状態で、こうですね、こう細いラジペンかなんかでこう入れてあげると入ると思うので、こんな感じですね。これで今もう半分ぐらい入りましたよね。こんな感じで。で、あとは、できればプライヤーかなんかで、こういうプライヤーとかがあれば、こうやって開けるじゃないですか。こういう風に。この状態で、ここをこう押さえてあげる。そうすると入るんで、ちょっと慣れないと難しいと思うんですけど、一応手順としてはこんな感じでやっていただくといいんじゃないかなと。もう一回やってみましょうか。この爪ですね。この爪を、この半分ぐらいちょっとこう、最初に絞っちゃう。で、こっちもちょっと絞っちゃう。で、先がちょっと入りやすくなるんで、これでそれぞれの先をこう入れてあげて、で、こうある程度、これ片側ずつだと入んないんで、ちょっと両方ある程度均等に入れていかないと非常に入れづらいんですけど、ある程度こう入ったところで、このプライヤーみたいなやつでこう押し込んであげると。こんな感じですね。はい、これでもうかっちり締まった状態になるんで、今まだ乾いてないと思うんですけど、さっきボンドも入れてあるんで、これで乾けばここもこう動かなくなるという感じですね。で、これを4本作っていただいて、タイヤはもういつも通りかぶせるだけですね。ちょっとここハイトがあるんで入れづらいかもしれないんですけど、ここを入れるだけです。で、ここから先はあとはタイヤの接着っていう風になるんですけど、ちょっとタイヤの接着に関してはそれはそれで別動画を作ってあげる予定なんで、概要欄にももう、この動画が上がる頃にはリンクも貼れていると思うので、タイヤの接着についてはその、別の方の動画ですね、概要欄のリンクからぜひ見ていただければと思います。で、こんな感じですよね。さっきの空気の話で、空気穴開けずに、まだ接着はしてないですけど、これで空気穴開けずにこう接着してしまったとしても、意外と潰れないんで、そこまでは。こう程いいところで止まるんですよね。中のウェイトのおかげで。で、角は結構潰れるんですよ、こんな感じで。ただ、全体に面でこう潰れるようなことはあんまりなくなるんで、僕はこの具合が結構好きなんですけどね。はい。じゃあ、すいません。今回の動画ですね、一応、ホイールウェイトの組み立てっていう形になるので、接着に関しては別動画になりますと。なので、ここまでになります。で、また何か質問とかあればですね、コメント欄からぜひいただければと思います。はい、では、ご視聴いただきましてありがとうございました。